6世紀の日本でもし国のトップ、つまり天皇の後継ぎが誰もいなくなったらどうなると思いますか？実はこれ本当に起きた国家存亡の危機なんです。でもこの絶体絶命のピンチから現れた一人のよそ者の王が全く新しいやり方で権力をつかみ、日本の国の形そのものを決定づけることになります。今回は謎に満ちた永代天皇がどうやってこの危機を乗り越え国を一つにまとめていったのか、そのまるで現代のビジネス戦略のような驚くべき手腕に迫っていきましょう。さて、物語の始まりはこのタイムラインが示す通り、本当に深刻な状況からでした。日本の皇位っていうのは第15代の王神天皇からその息子の仁徳天皇へと、これまで安定して受け継がれてきたわけです。ところがこの盤石に見えた流れが第25代の宇烈天皇の代で本当にぷっつりと突然途絶えてしまうんです。そう、彼には後を継ぐ子供がいなかったんですね。王様の血筋が絶えてしまったとき、国っていうのは一体どうやって前に進めばいいんでしょうか。これはもう6世紀の大和王権が直面したまさに国家の存亡をかけた問いだったわけです。そしてこの問いにどう答えるかが未来の日本の形を良くも悪くも決めてしまうことになったんです。王の後継者がいない。この前代未聞の事態に当時の有力な地方のリーダーたち、豪族たちは大パニックです。このままでは国がバラバラになってしまうと。彼らは必死になって解決策を探し始めます。で、彼らが考えた末に行き着いたのが、なんと5世代も前に遡って、あの偉大な王神天皇の血を引く人物を探し出すということでした。そして、政治の中心地だった大和からずっと離れた北陸地方で、ついに一人の男を見つけ出すんです。この人物こそが、日本の歴史を根底から動かすことになる、後の継代天皇なんですね。でも、ここからがめちゃくちゃ面白いところなんです。継代天皇が選ばれたのって、実は血筋だけが理由じゃなかった。いや、むしろ血筋は口実だったのかもしれない。彼は王として呼ばれるずっと前から、すでに誰もが無視できない、とんでもない実力者だったんです。じゃあ、継代天皇の力って何だったのか。それは大きく分けてこの3つの強固な柱の上に成り立っていました。1つ目は彼が地元で築き上げた圧倒的な支配力。2つ目は結婚によって結んだ戦略的な同盟関係。そして3つ目が界を超えたグローバルなネットワークです。一つずつ見ていきましょうか。まず力の柱その1は地域での圧倒的な支配力。彼はもともと近江と越前っていうかなり広いエリアを治めるいわば地元の王様だったんです。そのパワーの証拠が権力者のシンボルである古墳です。彼の父親のものとされる古墳はその地域でダントツにでかい。これって彼の一族がどれだけ絶大な権力と忠実な部下を持っていたかを物語る動かぬ証拠ですよね。次に力の柱その2、戦略的な同盟です。彼は政略結婚を巧みに使って自分の勢力を一気に拡大させます。東海地方の大物豪族尾張氏の娘を奥さんとして迎えることで、あの巨大なダンプ山古墳を作るほどの力を持つ一族を強力な味方につけたわけです。この一手で彼の支持基盤は北陸から東海まで一気に広がりました。すごいネットワークですよね。そして力の柱その3、国際的なつながり。これがまたすごい。彼は大和の中央政府とは別に自分だけの外交ルートを持ってたんです。その決定的な証拠がこの国宝になっている人物画像鏡。これ朝鮮半島の武寧王から直接プレゼントされたものだと考えられていて、彼が天皇になるずっと前から外国の王様と対等にやり取りできる国際的な影響力があったことを示してるんです。さて、ここで一つの大きな疑問が出てきます。これだけのパワーを持っていた継代天皇が、どうして伝統的な宮である大和に入るまで20年もの長い時間をかけたんでしょうか。もしかして弱かったから？いやいや全く逆です。これこそが彼の計算し尽くされた、まさに鉄の戦略だったんです。そう、この20年という数字、気になりますよね。この長い間、継代天皇はわざと政治の中心地であり大和には入らずに、葛葉宮とかお徳国宮とか、言ってみれば
仮宮から政治を行っていました。でも、その場所選びには、とんでもなく重要な戦略的な意図が隠されていたんです。彼の宮殿があった場所、これ決して偶然じゃないんです。全部、朝鮮半島から最新の技術とか資源がどんどん流れ込んでくる当時の経済の大動脈、淀川沿いにあったんですね。彼が狙っていたもの、それは当時のハイテク素材、つまり鉄だったんです。ここが彼の戦略の肝なんです。当時、鉄っていうのは最強の武器を作るための軍事力の源であり、同時に豊かな農業を支える農具の材料、つまり経済力の源でもあった。慶太天皇はこの鉄のサプライチェーン、つまり輸入から生産までを完全に自分のコントロール下に置くことで、伝統的な都に入る前にもう国の実質的な支配者になっていたということなんです。すごいですよね。こうして着実に権力基盤を固めてきた慶太天皇。でも、彼の前には最大の試練が待ち受けていました。九州地方の超強力な豪族、岩井が大和に対して反旗を振り返したんです。これが歴史上有名な岩井の乱の始まりです。これ、単なる地方の反乱じゃないんですよ。この表を見てもらうとわかる通り、国の在り方をめぐる二つの未来像のガチンコ対決だったんです。大和を中心に一つの強い国を作りたい慶太天皇と、各地の豪族が連合するもっと緩やかな国を目指す岩井。しかもこの対立には朝鮮半島の百済や新羅なんかも絡んできて、まるで国際的な代理戦争みたいになっていたんです。衝突のきっかけは外交問題でした。慶太天皇が敵対していた新羅に軍を送ろうと決めたとき、新羅と手を組んでいた岩井が九州で大和軍の行く末を武力でブロックしたんです。この行動が日本全土を巻き込む国を二つに分ける大内戦の火蓋を切ることになりました。この大内戦は最終的に慶太天皇の勝利で終わります。でもその意味はただ戦いに勝ったっていうだけじゃなかった。この反乱を鎮圧したことこそが日本の国家システムそのものを全く新しい形へと作り変えるとんでもないきっかけになったんです。そしてここに決定的な変化が生まれます。岩井が負けた後、彼の持っていた広大な土地は全部没収されて、日本で初めての宮家と呼ばれる直轄地にしたんです。つまり天皇が直接コントロールする土地が作られたんです。これ、それまでの豪族を介した間接的な支配とは全く違う超画期的なシステムだったんですよ。九州で生まれたこの画期的な仕組みは、その後、モデルケースとして日本全国に広がっていきます。各地の豪族を支配下に置いて、その土地を直轄地にしていく。これこそが慶太天皇が思い描いた中央集権国家の設計図であり、日本の統一を劇的にスピードアップさせるエンジンになったわけです。慶太天皇の物語は、大きな危機の中からこそ全く新しい秩序が生まれるんだっていう歴史のダイナミックな一面を僕たちに教えてくれているのかもしれませんね。